キラヤマトの失敗作に託されたもの、ドレッドノートガンダム&ハイペリオンガンダム。ドレッドノートガンダムは漫画機動戦士ガンダムシードアストレイに登場し、主にプレアレベリーが登場した機体です。またハイペリオンガンダムは主にカナードパルスが登場した機体です。これら2機は漫画作中で望まずとも交わる運命の先に戦いを繰り広げました。今回はそんなドレッドノートとハイペリオンについて解説させていただきます。やめてください。こんなことを続けてはダメなんだ。気に入らないのなら戦って俺を止めてみせるんだな。地球連合とザフトの戦いにおいて、地球連合軍はコーディネーターたちの農業用プラントユニウス7に核ミサイルを撃ち込みました。そしてその報復としてザフト軍は地球全土にニュートロンジャマーを撃ち込みました。これによって地球圏では核兵器はおろか原子力発電なども使用できなくなったので、地球は深刻なエネルギー不足となりました。その結果、モビルスーツの動力源がバッテリーに頼るしかなくなったため、出力に制限がありました。そんな中、ザフト軍は兵器の性能で連合を圧倒するべく、ダッシュした GATX シリーズの技術を取り入れて ZGMF600 ゲーツを開発しました。ゲーツは高性能ではあるものの、より高威力の武装を扱うにはより高出力のジェネレーターが必要になるという状況でした。そこでザフト軍はモビルスーツに核動力を搭載することにします。ザフトはニュートロンジャマーを完成した時点で、逆にその影響を打ち消すニュートロンジャマーキャンセラーも完成させていたので、ニュートロンジャマーキャンセラーを搭載して核エンジンを使用することが可能なモビルスーツの開発を進めました。こうしてザフト初のニュートロンジャマーキャンセラー搭載機として完成したのが YMFX-OOA ドレッドノートガンダムとなります。プラントの死後を担う勇敢な機体であれという意味を込めて、勇敢なものを意味するドレッドノートと名付けられたこの機体は、ニュートロンジャマーキャンセラーを搭載した核動力モビルスーツの基礎データを収集することが目的なので、開発期間を短縮するために頭部はガンダムタイプであるものの、それ以外は基本的にゲーツのパーツが流用されていますが、ゲーツとは異なりフェイズシフト走行が導入されているので、実弾兵器への防御力が高くなっています。後にドレッドノートを元に開発されたフリーダム、ジャスティス、プロビデンスは胴体、核エンジンとニュートロンジャマーキャンセラーを搭載していますが、ドレッドノートはまだ試作段階なので、ニュートロンジャマーキャンセラーが頭部に搭載されており、さらにニュートロンジャマーキャンセラーの効果を磁気だけではなく宙域全体に及ぼしてしまうので、ニュートロンジャマー下であってもその一体では核エンジンが使用可能になってしまうというデメリットを持ちます。ただ逆に言えば、ニュートロンジャマーが拡散された世界なので、頭部を破壊してしまえば原子炉の停止ができるとも言えます。武装としては主にゲーツのものを改良したものが搭載されています。まず頭部には計4門のバルカン砲、クース 76mm 近接防御機関砲を持ちます。これはゲーツやフリーダムなどと同様の装備となります。ビームライフルはゲーツに採用されたものにフォアグリップがついたものとなります。シールドは複合兵装防順システムと呼ばれ、ゲーツの2連装ビームクローを改良した大型ビームサーベルが一体化された攻防一体の兵装となっています。両腰にはプリスティス、ビームリーマーが搭載されています。これはドラグーンの一種で、本体とケーブルで接続されているものの、量子通信でシステムを制御しての無線誘導を行っているので、切り離してビーム攻撃を繰り出すことが可能です。従来の通信技術ではメビウスゼロの武装ガンバレルのように有線でしかオールレンジ兵器は使用できませんでしたが、ニュートロンジャマーの影響を受けない量子通信が開発され、さらに核エンジンの恩恵によって無線兵器ならではの膨大に消費する電力を供給できるようになったので、初めてこのような無線式ドラグーンの搭載が実現しました。ドレッドノートはもともとザフト内でのテストを終えて分解して廃棄処分される予定でしたが、地球のエネルギー不足解決に役立てるため、ジャンク屋を通じてマルキオ同士に渡るよう手配されます。マルキオ同士はこれを受け取るためにプレアルベリーを向かわせますが、地球への輸送中にサーペントテールの襲撃を受け、頭部ユニットを奪取されました。そしてプレアは同じくマルキオ同士からドレッドノート輸送の依頼を受けたロウギュールたちに助けられ、サーペントテールの居場所を探しに行くことになります。
その頃サーペントテールはスーパーコーディネーターキラヤマトを探すカナードのハイペリオンと交戦していました。お前らキラヤマトを知っているか？ CAT-1X1 ハイペリオンはユーラシア連邦が開発した試作機となります。3機が製作され、1号機がカナードの登場機となりました。まず最大の特徴ともいえるモノフェーズ光波シールドアルミューレリミエールを搭載しています。これは軍事要塞アルテミスの光波防御体を小型化した光波防御シールドで、ウィングバインダーに5機、両腕に1機ずつの発生装置を搭載しています。エネルギー消費を抑えてワン部シールドとして使用するほか、全て展開すれば機体を追い込むように発生させることが可能なので、実弾ビーム問わずほぼ完全に防御できる上に、中からは問題なく攻撃が可能という全身無敵のビームシールドとなります。ただし消費エネルギーが膨大なので稼働時間が5分という制限があります。また発生装置を変形させることでビームランスとして攻撃を繰り出すことも可能です。ハイペリオンの武装は電力をできる限りアルミューレリミエールに回すため、全ての武装がパワーセルと呼ばれるバッテリー方式になっています。まず携行型武装であるビームサブマシンガンザスタバスティグマトを持ちます。射撃兵装ですがビームナイフロムテクニカを備えているので隠し武器としても使用可能です。なおビームナイフは他にも両腕両足に1機ずつ装備しているので全部で5機を持ちます。背面にはビームキャノンフォルファントリーを装備しており、バインダー先端からビームを射出します。パワーセルさえあれば連射が可能です。作中ではその無敵ともいえるビームシールドを駆使してサーペントテールのミラクモガイとイライジャを圧倒しましたが、ガイはビームコーティングされた兵装で攻撃すれば光波シールドをすり抜けられることに気づき、一旦体勢を立て直すため退却しました。カナードはスーパーコーディネーターキラヤマトを生み出す過程で誕生した失敗作となります。自分の存在意義を見出すべくキラヤマトを見つけ出して殺そうとして戦いを繰り広げていました。そんなカナードは核エンジン搭載モビルスーツドレッドノートを奪取する任務を受け、ロウたちジャンクヤギルドを襲撃しますが、ガイのブルーフレームが助けに入り、プレアのドレッドノートの頭部を返しました。その理由はラウル・クルーゼがムルターズラエルにニュートロンジャマーキャンセラーの情報を流したため、ニュートロンジャマーキャンセラーはザフトの独占技術ではなくなり、ガイはドレッドノートの頭部を守る必要がなくなったからというものでした。終わりにするよドレッドノート。こうして復活したドレッドノートにプレアが登場し、ハイペリオンと戦います。プリスティスのオールレンジ攻撃によってハイペリオンが圧倒されて大破し、カナードも負傷しました。その後カナードがジャンクヤギルドを襲撃しますが、カナードの悲しい怒りを知ったプレアは自ら捕虜となり、カナードと行動を共にしていくことになります。そんなある日、カナードは上層部の方針変更から切り捨てられることになり、死角であるハイペリオン2号機の追撃を受けます。ハイペリオンはすでにボロボロの状態でしたが、2号機のコックピットを潰して戦闘不能に追い込み、次期の修復に使用するのでした。さらに復活したハイペリオンは味方の月面基地を襲撃してニュートロンジャマーキャンセラーを入手します。こうして核動力を手に入れたのがスーパーハイペリオンとなります。無限パワーを手に入れたスーパーハイペリオンは無敵だ。カナードは自分たちを守るため迫り来る敵を過剰なまでに撃墜していきました。それに対して無益な殺しをやめさせたいプレアでしたが、カナードは自分を圧倒したプレアと再び戦うため、止めたければ戦えとプレアを煽っていました。その頃バルトフェルドから危険な兵器の設計データを入手したロウたちは、ロンドミナ砂漠の宇宙ステーション雨の御柱で新武装優先式ドラグーンシステムを製作していました。そしてカナードは自分と戦うため新武装を装備して戻ってくるようプレアに伝え送り出しました。こうしてドレッドノートにドラグーンシステムが搭載されます。戦いを望まないプレアでしたが、スーパーコーディネーターのなり損ないとして悲しみに包まれているカナードを救うため、モビルスーツを人を殺す兵器としてではなく人助けに使うという王道ではない使い方をする機体という意思から、ドレッドノートを X アストレイと呼び、カナードとの戦いへ向かうのでした。行こう X アストレイ。こうして
X アストレイとスーパーハイペリオンは一騎打ちを繰り広げます。激しい戦いの中、失敗作は戦うしかない運命と劣等感を持つカナードに対して、プレアは自身が地球連合軍のメビウスゼロ部隊のパイロットのクローンであることを打ち明けました。そして戦いの末にドラグーンバリアで包まれたハイペリオンはこれを突破するべくフォルファントリーを撃とうとして自滅し、さらに核エンジンが暴走しましたが、プレアによって助けられました。こうしてプレアはカナードを助けて命を落としましたが、カナードはプレアの思いを受け継いで生きていくことになるのでした。余談ですが、ドレッドノートは後にロウたちによって空間認識能力を持たないカナード向けに回収され、ドレッドノートイータとして生まれ変わることになっていきます。プレアの思いが俺に。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。